皆さんこんにちは、レイムです。マリサだぜ。前回実はユウの正体が鬼だからマッチョだって分かって、中二歳が日輪刀でマッチョの首を落としたところね。何の話だよ、人気に乗っかろうとしないでちゃんとやれや。本当は怪異を一体倒しただけなんですよね。なんでそんな残念そうなんだよ。とにかく今は何をするところなんだぜ。怪異を封印することができる埴輪をヒロに届けるところね。マナタンがお姉様に呼ばれて中学校舎の方に行っちゃったのを、ヒロとヤンキーが追ってったけど何が起きてるかわからないからね。そんじゃあとっとと中学校舎に行こうぜ。ここもシャッターが降りてるようね。これじゃあ中学校舎に行けないじゃないか。つまり罪、ね。第9話、勝手に終わらすな。まだ始まってから1分も経ってねえ。なら向こうの人がこっちに来るまで何してる？サッカーやろうぜお前がゴールな。なんで私がゴール？何その新ジャンル？水晶玉ボールにするからレイムの顔面に当てたら得点な。ただの虐待じゃない？そんなことより話が進んでるぞ。ユウが本当は閉じ込められていなかったのに閉じ込められたって言って、教室のドアを開かなくさせた。それってその教室に怪異がいて嘘ついてみんなを怖がらせてるのだとしたら、つまり私たちを寄せ付けたくない理由があるってことね。話の途中で答えを言うな。主人公たちも考え中だろ。あれ？ネタバレしちゃった？なんだその顔ムカつくな。とにかくこれはあの教室を調べ直さないといけないな。幽霊も人間の心理の弱点をついてくるのね。危うく騙されるところだったわ。こいつ理解力がないな。常に遅刻するような奴らしいし、今の話も聞いてなかったんじゃない？教室の中で誰かが怪異に襲われてるかもしれないからな。急がないと。でもどうやって開かない教室に入るの？うるせえな。そこは巫女なんだからお前がどうにかしろ。なんて投げやり。そんじゃあやってやりますか。やってやんよ。ウェイやっぱわー、お湯じゃー。うるせえよ。お湯ごときで騒いでんじゃねえ。お湯のありがたみを知らないなんて。お湯にありがたみ感じるなんてどんだけひもじいんだよ。一時期10回煎じた茶葉を噛み締めながらお湯を想像してました。ひもじいのレベルじゃねえな。さてまあ目的地に着いたのでドアを無理やりこじ開けましょう。そしたらイベントだぜ。教室内の様子ね。やっぱり保坂さんが閉じ込められてたよ。この例はユウと紫が見たやつなんだぜ。マリサが一目散に逃げたという。うるせえ黙れ。なんだか保坂さんの方が発狂しちゃいそうね。間に合ったようだぜ。そんじゃ、一挙会を締め上げますか。どうやって締めるんだよ。もちろん、コブラツイストで、猪木か。ここで猫ちゃんのこうやったアイム。今回戦う怪異はこちら。首からロープが生えたウドです。どこがだよ。くら、と要素金髪だけじゃねえか。どう見ても首吊りで窒息死したただの死体だぜ。窒息を、2がどうしたって？耳腐ってんのかアホ。いいえ、腐ってるのは少年よ。やかましいわ。怪異がかわいそうだろ。いじめられて首吊りなんて悲惨な最後だったのに。いじめ、良くない。そもそも大人のいじめがなくならないから子供が真似するんだろうな。怪異って誰でもなれるもんじゃないらしいね。何か特別な条件が必要なんかな。どうしたらなれるのか気になるわね。なんだ怪異になりたいのか？衣類だけを溶かす液を出せる能力で怪異人生を謳歌したい。アホ殺しかねえ。敵の特徴は精神攻撃だってな。短気なマリサにとっては天敵ね。天敵だろ。天敵じゃねえよ。愉快なやつね。敵の弱点は男子学生が好きなものだってよ。エロ本ね。ちゃうやろボケ。じゃあ1ビデオ？いい加減にしろ。それでは戦闘開始。しょっぱなから熱いしねしねコールをいただいたぜ。どうしてもマリサにはお亡くなりになってほしいようね。なんで私だけ？だってマリサ昔からいじめっ子だったじゃない。近所の女の子たちの服をひんむいてはケツ並べして遊んでたゲドウっぷり。それ私じゃなくてレイムだろやってたの。あれ？そうだっけ？とにかく実況をだな。で箱の怪異のってちょっと待て。埴輪の底に黒いって書いてあるわよ。黒いって確か同じクラスのオカルト女子か？なるほどお父さんだかが昔怪異と関わってたと。だからオカルト好きになったのか。まあ話が脱線したわね。この怪異について教えろよ。この怪異の弱点はさっき使った野球ボールです。まあ男子学生が好きなものと言ったら野球。ってのは偏見じゃないか？単純に高級だから痛かっただけっしょ。なあかな。私のお湯ぐらいいいじゃねえかぶっかけても。あれだけでご飯3杯はいけるのに。いけねえよ。そんなことより相手の精神攻撃で遅刻魔が麻痺って動けなくなったぜ。遅刻魔のくせに豆腐メンタルね。遅刻するやつって大体ずぶとい神経してるけどな。まだ痺れてるよ。そんじゃあカットだぜ。マリサ、言われてるわよ。なんだよ。弱い者いじめなんてして恥ずかしくないの？いやーとってもすがすがしいぜ。もう完全にイカレポンチね。いつも業務いじめてるやつに言われたくねえよ。いやーだってすぐ泣いて可愛いんだもの。どちくしょうだぜ。マリサだっていつもチルノのこといじめてるじゃない。いや向こうから勝負挑んでくるから相手してやってるだけだぜ。苦しいなら縄解けって。ごもっともだぜ。もう話すことないしやるのは結果だけにしますか。キングクリムゾン！マリサの顔ムカつくって。ほっとけや。あ、マリサじゃなかったね。マリサの顔は透かしてるんじゃなくて散らかしてるから。誰の顔が散らかってるだと。でもやっぱり散らかっててムカつくって。エアローブクラッシャー！
実際高志くんって誰にいじめられてたのかしら？高志くんって誰だぜ？目の前で首吊ってるじゃない。ああこいつのことか。知らねえよマルフォイとかにでもいじめられてたんじゃねえの？なんでマルフォイ？こいつどう見たってホグワーツの生徒じゃねえか。海を渡って遠路はるばる日本にやってきたのね。ご苦労なこった。にしても長いなそろそろカップ麺できるんじゃないのか？とうとうカップ麺食べたさに発狂しちゃったわね。またいただきましたぜしねしねコール。すぐに死ねって言うけどさ、僕は死にません。って言われたらトラックで跳ねても死なないから意味ないじゃない。トラックで跳ねりゃさすがに無事じゃ済まないだろ。というかこいつ天井と繋がってるから前に入らなければ攻撃されなくね？こっちも届かないだろ。3人で囲んでペイントしながら前に入ればいいじゃん。いじめか。倒したようね。やっとだぜ、カップ麺がふやけちまった。私は焼きそば派。知らんがな。高志くん、負け惜しみにて、ご退場。霊夢氏人生最大にして最後の一句。恥ずかしいわアホ。どれくらい恥ずかしいって？いや聞いてねえよ。好きな人に胃の穴を見られるくらい。お前の場合全く恥ずかしくないってことだな。なんでや。いきなり恋バナだな。なんで女子って暇になるとすぐ恋バナになるんだろ？お前も女子だがな。私はセクハラのチャンスを伺うために恋バナします。そんな理由かよ。私もヒロとマナタンの関係が気になるわ。幼馴染なんだしできてそう。幼馴染なんてそんな感情にならんぜ。なんでそんなことわかるのよ。実際にウプ主が幼馴染とゆるうりと疎遠になって、かれこれ10年は顔を合わせてないぜ。ウプ主は賠償な存在だからね。誰が単勝だ。誰もそんなこと言ってねえよ。待たせたな。保坂さんを助けました。次は埴輪を向こうの奴らに届けたいけど。この様子だと戻ってこなさそうだぜ。私たちでどうにかしないといけないようね。こいつ変態トールくんが気になってしょうがなかったログアウト幼女。シャッターを開けてくれたぜ。見た目によらず能力者のようね。とりあえず通れるようになったしみんなで合流するか。みんなではいかないようで。さっき戦ったばかりのやつじゃきついか。みんながみんなマリサみたいな戦闘モンキーじゃないってことね。何か、言ったか？お尻かゆいなーって。ところ変わって4日前の柏木家。回想なんだぜ。ここから回想編が20話ほど続きます。続かねえよどっかの長編アニメじゃないんだから。でも4日前ってことはお姉様が亡くなってすぐ後のことよね。今では気丈に振る舞ってるマナもこの時は泣きまくってたんだな。身内が死ぬなんてただごとじゃないからね。親父さんも気の毒に。てか幼馴染だからって兄弟姉妹が死んですぐにお宅訪問するか？ただの幼馴染じゃなくて家族ぐるみで付き合いがあるんじゃない？悲しいな。やっぱり拾ってマナタンじゃなくてお姉様にほの字だったのか。なんでやっぱりなんだ？見た感じマナタンとはそんな関係じゃなさそうだし、それでいてお忍び企画するほどってことは未練か何かありそうじゃない？悲しいな。なんか締めっぽい終わり方になっちゃったわね。もう終わりなのか。次回、最終回の時間調整のために今回は少し早めに終わりにします。いちいちそんなこと気にするなんてめんどくさいやつだな。じゃないといつもカップ麺作ってから食べてる人が、食べ終わる前に動画が終わっちゃうじゃない。そんな視聴者いるのかよ。世界には72億人の人がいるからね。1動画の視聴回数は72回ほどだがな。そこ、うまいこと言わない。どこもうまくねえよ。恥ずかしいからやめろ。親父さんからの依頼だったのか。知り合いだからってガキに高速破らせるか？甘ったれるなマリボー。人が死んでんねんで。ところでいつになったら終わるんだよ。しばらく終わりそうにないので垂れ流します。ご視聴ありがとうございました。次回、最終回、見逃すなよ。In and around the lake, mountains come out of the sky. They stand there.